絵っていうのは色が光に見えたらイメージが立ち上がってくるっていう。私たちが日常の中でいろんなものを見ている時の感覚って一体どういう感覚なんだろうっていう、その見るっていうことの、あるいはそこにあるっていうことの確かさみたいなもの、あるいは不確かさみたいなものを確かめていくことなんじゃないかっていう。外は本当に桜が満開で、生の桜見る方が絵に描かれた桜よりも気があっていいのかなと思うんですけれども、絵画の表現として桜がある意味を私の初期の学生時代からの作品をたどりながら受け止めていただけたらなと思います。今モニターの方に映っているのが大学の3年生か4年生の時に移る時に描いた作品で、何の変哲もない石ころをかなり写実的に描いています。当時まだ絵のことは何も分からなくて、ものがあるってどういうことなのかっていうことを確かめるところから始めました。で先生には石の上にも3年だから頑張れとかって言われながらコツコツ描いてたんですけれども、これも同じ頃の作品で白いレンガを1個だけポンと描いてあるんですけれども、ものがあることによって周りの空間との関わりっていうものが見えてきます。でこれはちょうど大学の卒業制作なんですけれども、私たちが日常生活をする中でいろんな情報があふれていたり時間に追われてたりっていう感覚から、何か自分がの場所をとどまって見てみたいっていう、そういう感覚だったと思うんですね。でこうやってすごく地味に生物画を描いていく中で椿昇さんっていう現代美術の作家の先生からモランディとか見てみたらいいんじゃないかって紹介していただいて、なんかただその3次元のものを2次元に移し替えるだけが絵を描くっていうのじゃないんだっていうことに気づかされたっていうか。で絵っていうのが一つの独立した空間を作ることなんだっていうことに気づかされたんですね。ガラクタのようなものですけどね、学校の隅の方に落ちてるものを拾ってきてあまりそのものが意味を語るっていうのを避けた、それでただそこにものがあることによって形成される絵画空間を確かめている作品ですね。これは大学院の修了時の作品で、箱だとかポットだとかっていうものをかなり写実的に描写するところから色や形に還元されたような、で一つずつ本当は自立した作品なんですけれども、組み合わせることによってこの時の私の中にあるそういう幅を表してるんだと思うんですけど。いわゆる抽象絵画的な意識の方が強くなっているっていう、その振幅で。そうですね、私たちは普段絵を見るとき騙されてるんですよね。手前に重要な花瓶があって後ろに壁がありますっていうふうにどうしても日常生活との関係で見ちゃうんですけど、所詮それは1枚のキャンバスの上に同じ絵の具が塗ってあるだけなんですよね。ですから影と瓶を描いている絵の具って全く実は同じものなんですよね。そうですね。で物の存在とその絵画的な空間とせめぎ合わすような形で絵の具がイメージを作り出していっているっていうのを探りながら、絵を作っていくことのなんか楽しみみたいなものがすごく強かったし、あとやっぱり自分の資質とか自分が心地いい空間みたいなものっていうのを掴もうとしてたと思うんですね。でどちらかというとその影だけが色として出てて、光が当たってる部分は背景に同化していくような感じですよね。要するに絵っていうのは色が光に見えたらイメージが立ち上がってくるっていう感覚ってありますよね。物質であるはずの絵の具がある時物質じゃない光に変わるんですよね。そうですね。どんどん抽象度が高くなってきて、いよいよその最初の具象から抽象へという移行の形跡がはっきりしてきたのですが。そうですね、やっぱりどんどん先ほども言いましたけど、自分の
感覚がスッと入り込める世界をそう探っていくと、どんどんその物よりも物をこう取り巻く空間の方が広がってきて、で周りの人はみんなそのうち何もなくなるんじゃないのとかって心配して消滅傾向があってで自分の中でどんどんそういう自分の居心地のいい方にスーッと寄り添っていってしまうとなんか消極的な表現に陥ってしまうなっていう感覚があって、全くこう抽象的な空間を作っていこうっていう最初の試みがこの作品なんですけれども、抽象画っていうと何でもありなんで何からっていうのがすごく難しいんですけれども、一色の絵の具の濃淡だけで画面を作ることを試みたんですね。で油絵の具の特色としてなかなか乾かないんですね。でその間描いたり消したり描いたり消したりを繰り返しながら自分の中でなんでしょうね、これできたと思える感覚って口で説明するのは難しいんですけども、で紺色っていうのはすごくこう闇の方にずっと沈んでいくような奥行きを感じる色ですよね。でも絵の具をこう分厚く塗っていくと実在感を持って手前に迫ってきたり、色として見た時はスッと奥に行くんだけれども、物として見たら手前に出てくることによって図であったり字であったり、そういう行き来が起こりますよね。ちょうどそれが行ったり来たりする状況ができた時にできたなっていう感覚になるんだと思うんですけれども。だから具象から抽象に移られた時にやっぱり私なんかはすごい度胸だなと思って、それはなぜかというと、花があってじゃあ花を写そうって最初に真っ白なキャンバスに向かった時思って始めるのと、抽象だから何にもテーマも対象もないけどさあ好きなように絵の具塗ってちょうだいって言われたら、それは何もなんか立ちすくんでしまって描けない、何でもいいですよって言われると何もできないですよね。はい、真っ白なキャンバスに線を一本引いただけでそれまでの白い何もない空間からなんか別の空間が生まれてくるんですね。で静物画を描いている時は目の前にある瓶だとかがモチーフだったのが、その抽象になった時はその画面上に引かれた一本の線が絵を描くきっかけ、いわゆるモチーフになっていくっていう形になって始められるんですね。例えば木の幹の色は何色って言われたら茶色って言ってしまいますけど、実際は茶色っていう観念的な色ではないですよね。で空は何色って青なんです、青っていうふうに言えるんですけど、じゃあどんな青なのっていう、そういう幅ってありますよね。で画面よりもちょっと奥に見える色と画面よりもちょっと手前に出てきて見える色、あるいは画面よりずっと手前に出てきて見える色とかっていう、そういう色の見た時のその騙され方ですよねイリュージョンですよね。で今までモノトーンで描いてたのが、そういう色の視覚的効果っていうものを持ち込んで、そういう絵画的な空間を作るっていうので、この後ろの作品は描いてます。で青っていう色はすごく不思議な色で、少し緑みがかるとずっと奥に引っ込む青になるんですけども、ほんの少し赤みがかる、いわゆる紫がかるとなんかちょっと前に出てくるんですね。そういうちょっと不思議なんですけど、でそれと緑っていう色も不思議な色なんですけど、だいたい画面と同じぐらいのところを漂うような感覚があって、でまず白いキャンバスに木炭で線を何本か引いた上で、ちょっと紫がかった青の濃淡でまず最初に空間を作っていくんですね。でその次に薄い明るいグレーを重ねてるんですけれども、でその上から緑の線を引くと今まで見えていたものと全然違う図が見えるんですね。緑を上から引くことによって、で白い線をかなり絵の具の質感を作って描くことによって別の形を切り出してる。例えば青いちょっと丸みのある形が3つ見えてきたりとか、この線によって切り取られることによってここにとこことここに3つの形ができているんですけどね。
でこれは朝顔なんですけど、実は私が好きなのは紫がかった青い朝顔なんですけど、垣根に緑色の葉っぱが面を作るようにして、はい、ちょっと手前に面があるように出てくるんですね。でそこからその花がその葉っぱよりも少し手前に咲くんですね。そうすると微妙な三次元的な奥行きと、色でもあるんだけども花にも見える瞬間であるとか、色が作り出している空間と、それがその形として意味を持つ際みたいなものですよね。そういうふうなところで絵としては成立させてました。でこれは絵巻物をモチーフにしてるんですけど、絵巻物は絵巻をくくっていくことで場面時間と空間がどんどん移行していきますよね。で一つの画廊空間に動きながら出会っていく、現実にその見てる人の意識っていうものが移っていくような感覚を作品に持ち込みました。で今まで抽象的な線だったのが具体的な図を結んだ瞬間が出てくるんですけど、これはルドベキアっていう花なんですけれども、私がまた具象のイメージに入った最初の作品です。抽象的な広がりを作るための線がある一つの花っていう形を結ぶっていうところで作ってます。実は抽象に行く時より勇気がいったんです。で一旦具象を描いちゃうとあんまり怖いものがなくなってでどんどん積極的に描いていくわけですけども、で今写ってるのがポプラの葉っぱなんですけれども、一つの筆をスッと置くとそれが下の乾いてないグレーの絵の具と混ざって、それがちょうど光を受けてチラチラする葉っぱに見えるっていう、そういうイリュージョンを作り出して、私たちが日常の中でいろんなものを見ている時の感覚って一体どういう感覚なんだろうっていう、その見るっていうことの、あるいはそこにあるっていうことの確かさみたいなもの、あるいは不確かさみたいなものを確かめるのと、何を見さされてるんだろうとか、何を見てるんだろうっていうことに意識が向かうように、一つの層の中でイメージが立ち上がってくるような、それを一筆一筆置く時の身体的な感覚と、その私が例えば散歩していて見上げた時の葉っぱの感覚と重ねていくっていう、そういう感覚で描いているんですね。でこの桜の場合も同じように描き方としては、最初にピンク色の絵の具を塗って、で側面にちょっと流れてるのが見えると思いますけど、で普通皆さん絵は垂直に立てて描かれると思われるんですけど、私の場合はだいたい床に寝かせて、で絵の具をかなりテレピンって揮発性の、薄め液ですよね。で薄めてしゃぶしゃぶの状態にして、で流すようにのせるんですね。でそれが揮発分が揮発せずに流動的な状態のところに枝とか花を描いていくんです。でこの作品の場合はピンク色の層を乾かしてから薄くね青い絵の具をスーッとのせてるんですね。でそれが生乾きの時にほとんど白に近いですけどもグレーをのせて、で一気にやっぱりこれも花を描いてるんですね。遠くから見たり一瞬パッと見ると桜だと思うんですけど、近くで見るとですね、実は絵の具をぐしゃぐしゃってしただけなんですよね。ですから近くで見ると全然桜ではないんですよね。そうですね。で桜は2年にまたがって描いてるんですけども、初めの頃はやっぱり桜に見えるように克明に捉えているんですけれども、どんどんその感覚的に捉えていくっていうことが強くなって、桜がある気配のようなものですよね。桜の木の下に立った時の空気感みたいなものの方がどんどん強くなって、でもちろん固有の桜の花の在り方っていうものもあるんですけれども、一つ一つの花の正確さよりもその存在に包まれてるような感覚であるとか、全体の空気感みたいなもの、あるいは存在の気配のようなものに意識が向いていったんだと思うんですね。でだから絵画を成立させるためのモチーフとしての桜っていうことから、自分が生きてる
世界に対する目線っていうか眼差しっていうところに意識がこう移っていったのがこの桜のシリーズのこう展開だったと思うんですね。だから自分でも実はびっくりしてて、この桜久しぶりに見た時にこんなに大胆に描いてたのかなと思ってかなりこうアブストラクトですよね、アップで見ると。でも桜に見えるっていうそのこう確かさのような不確かさのようなものの感覚と、でもそれがただ絵の具を塗りたくってるだけだって受け止めるか、あるいはそこに桜の存在をこう受け止めるかっていう、その見る人の意識もまた問うことができるのかなっていうふうに思うんですね。で実際にこう桜を見る時の目線っていうのがありますよね。例えば普通絵を見る時っていうのは目の正面に絵を描けますけれども、ちょっと高いところに描けることによって実際に咲いてる桜の花を見上げる時の目線と重ねる。だから自分が見ているものが何なのかっていうことを意識してもらうために目線を上げたり、逆にあちらは地面に落ちた花びらをモチーフに描いてるんですけども、逆に見下ろすっていうそういうことによって、例えば道を歩く時にそういうところに目を向けて歩くっていうことをこう引き起こしたいなっていうふうにこう揺らぎを目線にこう揺れを作っているんですね。でそれをちょうどこう柔らかくその桜をめでるような感覚と重なるように配置させていただきました。やっぱり具象で展開していくと自然に対する私自身の見方もどんどんやっぱり繊細になっていって、存在に対する眼差しが深くなっていくような感覚があって、ずっとフォーマリズムを軸にしながら絵画を成立させるっていう意識が強かったところが、本当に変えていかなければならないのはそういう表現の形式とかではなくって、私たちがこう生活していく、やっぱり生きていく中で美術とか絵画っていうものにこう可能性があるとしたら、やっぱりそういうこうものの捉え方とかものの見方っていうものをこう確かめていくことなんじゃないかっていう、そういうふうに思ってきたんですね。